暴れん坊将軍。日光東照宮は2代将軍秀忠から3代将軍家光の世にかけて総工費およそ60万両を投じて完成した。以後幕府は外様大名に命じてたびたび大規模な修理を行ったが、それは一つには外様大名の経済力を弱めるのが狙いであった。そろそろ時期が参っております。従来通り費用は全て一人の大名に負担させるのか。東照宮だけではなく自社の建立河川の工事、これらは大名どもが蓄えた財力を吐き出させ謀反を起こす余力をなくするための手立てでございます。だがこの太平の世に謀反を企む者がいるとは思えんのだが、言うなれば大名いじめだな。それに莫大な出費を強いられ領民たちはさぞ苦しむことでございましょうな。その通りだ。あまりに過酷すぎる。これは上様のお言葉とも思えません。外様大名の力を削ぐのは恐れ多くも神君家康公のご遺命。これに背くことはできません。上様、幕府100年の慶のためでございまするぞ。神君のお名を持ち出されては反対もできぬ。だがせめて加賀100万石とか伊達60万石とか金持ちの大名に申し付けることにしては。心得ております。ではのか。これはご老中。日光東照宮、次はその方の番じゃ。名誉なことじゃ。この大名は奥州八戸藩主南部出羽守。禄高はわずか2万石であった。ご老中酒井様からのご内容、それは本当でございますか。現在茶碗がこれは粗相、これは粗相の東照宮修理となると一体いくらかかるのだ。はい、1万両とも2万両とも聞き及びまする。そんな大金が我が藩にあるのか。めっそうもございません。我が八戸藩は2万石の小藩、国元の財政も逼迫しておりますれば常に背の車。そうか。だが断ることもできまい。はい、ご老中に担われたれば軽くて国替え、まかり間違いはお家断絶の浮き目にも。困ったのう。まんず困りました。勘定方堀内清兵衛にございます。へいりは。ごめんよ。何事だ。ご家老。何。本日は出入り商人どもの支払い日にございますが、何分金箱が速攻ついておりまして。清兵衛、我が八戸2万石重大な危機だな。東照宮の修理は1年後に予定されていた。そして貴重な月日は容赦なく過ぎていった。
あいつ何やったんだよ。かみさん殺しでさ。これもついでにもらっとくよ。いやあ、毎度どうも。重たいから帰りにめぐめ届けますだ。いいよ。その代わりね、負けといてくれよ。それじゃあ全部で100文。100文。はいよ。おさえさん。おりんちゃん。お買い物？このおじさんね、葛西の方から来るんだけど安いんだよ。大所帯だからね、少しでも。まあ大変ね。ねえ、久しぶりだから寄ってかない？じゃあちょっとお邪魔しようかしら。私持つわ。いいよいいよ。辰巳屋のおかみさんにそんなことさせちゃ。力には自信があるんだから。おかみさんの幼友達か。はい。おりんちゃんはね、深川の辰巳屋っていう大きなお料理屋のお嬢さんでね、私とは身分もまるで違うんだけども、よく遊んだよね。町内のいじめっ子からいつもかばってくれたわ。おかみさんは男勝りのガキ大将だったんだ。ほら新さん。結婚したのはおりんちゃんのが先だったんだけどね、お婿さんが2、3年でぽっくりいっちまって、それからずっとご家さんを通してきたんだよ。ところが去年いい人が現れて、今ほやほや。それはおめでとう。赤くなった赤くなった。ねえ、二人のなれそめを新さんにも話してやるよ。そうだな。いいじゃないか。新さんったら奥手でね、全然ダメなんだから、少しあやかるようにさ。あの人お侍だったんです。去年の暮れに私が亡くなった主人のお墓参りに行った帰りに。吉野だ。ちょいとばかり頼みがあるんだがな。おっとっとっと。ゆうべから賭場で取られっぱなしでよ。ほんの2、3両恵んでもらいて。早くしねえかい。下手に騒ぎやがると手荒に行くぜ。墓参りの帰り道なので小銭しか持ち合わせがありません。墓参りだと誰のだ。死んだ亭主の命日なので。おめえさんごけかい。そいつはもったいねえ。俺たちが亭主の代わりに可愛がってやるじゃないか。か場所にでも叩き売るか。なんだてめえは。老的者め、おめえら恥をして。三人今度やれ。やろう。邪魔しやがって。どう来るぞ。しっかりしてください。すぐにお医者様へ。侍の見ながら情けねえありさまを見せてしもた。とんでもありません。私のためにこんなひどいお怪我まで。それがきっかけで恋が芽生えたんだよ。あの人は初婚ですし、おまけに年は私の方が5つも上で恥ずかしいんですけれど。そんなことは気にすることはない。要はお互いの気持ちだ。そうよ。で、婿殿は浪人だったのか。いえ、知り合った頃はある藩に仕えておりました。勘定型をしてたそうで、そろばんが得意なの。だから帳面付けは全部任せられるし、近頃は包丁を握って板前の真似事まで。働き者なんだね。もちろん優しいし。そう、幸せすぎて怖いくらい。あったくもうブツよ。手放しでのろけるんだから。ごめんなさい。だって。ああ、羨ましいな。私もご家さんになってもう一回結婚がしてみたいよ。まあお姉ちゃんったらひどいわね。頭に言いつけますね。本当ですよ。新さん、神様を殺した悪い野郎が捕まりましたね。与力の旦那まで出張ってきて大騒ぎでしたよ。なんでも小銭を持った年上の女をたらし込んで婿に入れ込んでよ。挙句の果てにかみさんを殺して財産まで乗っ取ろうとしたらしいんですよ。世の中には悪い奴がいるもんだな。人を殺すようには見えなかったな。いや近頃ああいうの多いらしいぜ。おさいさん、私これで。おりんちゃん、おりんちゃん、ねえ、どうしたんだい。バカ、お前
んたちが変なこと言うからおりんちゃん気悪くしちまったじゃないか。俺たちが？当たり前だよ。年上の女をたぶらかして財産目当てに殺すなんてそんなこと言ったら。それじゃあお凛さん思い当たることがあるのかしら。そんなはずじゃないよ。あんなに喜んでのろけてたんだもん。辰巳屋はそんなに財産があるのか？何代も続いたお店で繁盛もしてるし、樹種や佳作も随分。おりんちゃん一人娘で親類もいないんだよ。おかみさんが死んだらそれが全部亭主のものに？浪人ならいざ知らず、藩の勘定方を務めた侍がその身分を捨てて町人に婿入りか。どうも腑に落ちんな。おかえりなさい。おかえりなさいませ。うちの人はつい今しがった裏の方へ。うわあなた何してらっしゃるんですか？帰ってたの？あ、いや座敷の掛け軸変えようかなと思ってどこにあったのかわからなくなっちゃって。掛け軸ならこっちですよ。ああ、そうか。これ。このお金のことまだあなたにお話してなかったですね。金のことなんかどうでも。そうでしょうけどちょうど1000両ほどあるんです。今の私の財産の全部なんです。どうであった？はあ、辰巳屋の婿清兵衛が仕えていたのは道の区の去る藩というのみで、それが何藩だかは誰も知りません。婚礼には辰巳屋の町内や取引先が大勢呼ばれましたが、清兵衛の親戚筋は一人も出席しなかったとか。元上役や同僚もか？はい。清兵衛はなぜか素性を隠しているように思われます。清兵衛、お前すか頼るものはねえんだ。もはや手段は取り尽くした。だどもどこにも銭子はねえ。八方塞がりだ。ここでお前の月を取る料理屋の女子、いやご存知で？せんらべさせた。清兵衛、あの女子と一緒になり。ああ、それは憎からず思っております。いや、ご家老、まさか金目当てで？お断りします。私はこれでも侍です。女たぶらかして金出させるなんて、そんな真似はすんでもできません。清兵衛、わしからも頼む。今度生まれてくるときは裕福な大半の侍に生まれてこいよ。殿。あなたどうかなさいました？いや、なんでもね、なんでもね。私はこのうちに生まれて何不自由なく育ちました。
でもそれはただお金があったっていうだけ。家族の縁が薄いのか父親の顔も知らないし、母も私が16の時に亡くなって心の休まる時がほとんどありませんでした。そんな私が本当に真から頼れる、そんな人のそばにいられるだけで幸せだって感じられたのはあなたが初めて。あなたさえいてくれたら何もいらない。お金もお店も。お金もお店も。そう。では1000両。え？なんでもないなんでもない。私にもお前だけだ。嬉しい。八戸藩の民だ。忠義の民だ。女子には惚れさせる。だどもお前が惚れてはなんねえぞ。うせうせうせ。なのが初の批判だ。突っ込んでろ。いや、俺のことだよな。好きだ。俺に。旦那様、お客様が何かご用があるとおっしゃっていますが。私のか？はい、お武家様です。そぞれいたします。入り。アンディ、ゴーガロ。シービー。何しとんだか。すでに半年近くでねえか。むつまじい噂は耳にしておんぞ。結構な軍だ。だども大事な任務は忘れてねえべな。はすかす。魂まで町人になりきってはなんねえぞ。お前は初のエハンス堀内セイビーなのだ。藩の運命はお前の双肩にかかっとるのだ。ゴーガロ、お許しください。私にはあの女子の気持ちを裏切ることは。誰だ？誰だとはご挨拶だな。貴様、なしてこったらぶれよ。いや、これ失礼。冷や飯食いの風来坊が慣れぬ一流の料理屋で飲んだもんだからついハメ外してな、酔っ払ってしまった。俺の名は徳田新之助。ところでお主は？猿藩に仕えておる。猿？おう、猿に仕えとるのか。それで顔が赤いんだ。無礼な。まあそう、怒るな怒るな。酒の席で怒るのは野暮というもんだ。まあお国なまりから察すると道の区大大名ならば伊達60万石を筆頭に会津23万石、秋田20万5千石、下がって盛岡10万石、白河11万石と、もっと下がった小大名ならば三春福島、本所に八戸。どうだ、まだ当たらんか？あ、いたいた。いいさん、本当だ。逃げる。ぐーっと行ってきましたよ。ぐーっと。なんだ貴様たちは。何言ってんだ、かねえこと言われて。さあ、止まります。あんたはこの旦那だろう。あ、新さん、この人だで、辰巳屋の花婿ってのは。あ、そうか。勘定方から
料理屋入り婿にくら替えしたってのはお前だったのか。となると察するところこっちは元上役だな。やっぱり出てきよったな。余計な詮索やめて手を引け。断る。痛い目に遭うぞ。さあそれどっちかな。才蔵先行け。何？八戸藩？はい。藩主は南部出羽守、石高は2万石です。清兵衛の背後には八戸藩が糸を引いていると思われます。忠相、八戸藩は金に困ってるのか。はあ、何しろ小藩の上これといった物産もなく台所が苦しいことは十分うなずけますが、そのために辰巳屋の財産まで狙うとは。出羽守は穏やかな人柄で家臣の信望も厚いと聞いております。それともよほど切羽詰まった背に腹は変えられぬ事情でもあるのか。まさか東照宮の一件では。いえ、そんなはずはございません。まだ内密にはなっておりますが、老中方の意向はほぼ薩摩藩に固まっております。薩摩藩とすれば何故八戸藩が。上州のまた3万5千石時山城の神だいぶ無理をしたようですな。家老の勘を引きつっておりました。日光御用を仰せつかることに比べれば安いものだ。八戸はまだか。はっ、定めし油汗をかいているのでございましょう。もう一遍揺さぶってやるか。では例の件はわしの胸三寸にある。そのことを忘れるでない。考えるならば早い方がよいぞ。出羽守殿にはお変わりもなくご健勝の手。いや、それほどでも。いかがなされた？ご老中から何かお小言でも？何でもござらん。ちと気分が。失礼いたす。どうぞ。ゆうべのお侍のこともあるし、なんだか心配で。もちろん私はあの人のことを信じてるけど、でも辛いんです。生実家お金があるためにこんな思いをするくらいなら。そうだ、試してみたらどうかしら。試すって？いや、まさか俺泥棒になるとは思わなかったぜ。これもおかみさんの幸せのためだよ。あの旦那の野郎がっかりして逃げ出してくぜ。その方がおかみさんにはいいんだよ。おい。
これでこのうちの全財産はなくなったわけだ。これでいいのかもしれん。私の役目は終わったわけだ。役目？あなた、やっぱり。あんな俺、私はお前を幸せにしてやれる資格なんかなんもねえんだ。ああ、許してくれ。今日がどんなに辛かろうとも誰にも明日はやってくる。今日と明日の夜の谷まで嘆きを流すのさ。さあおやすみよ、いい夢ごらん。眠りの中で心広げて、やがて夜明けの眩しさに安らぎを知るだろう。徳田様。どうしたんだ？あの人行ってしまいました。賊が金を？天はついに万里を水でだが。ご家老、かくなる上は我々は初めから賄賂を使うことには反対でした。そのような姑息な手段を取るよりも人思いに。そうです。今ならばまだ我が藩の名は堺老中の胸にあるだけです。老中さえいなくなれば。いかん、そこまではできん。お前たちの命をむざむざ散らすわけにはいかんのだ。我々に任せてください。ご家老は何も知らなかったことに。待て、待つんだ。セビ止めろ。いい、私も行きます。セビ行くってば。セビ待て、セビおい。たまんねえな、おい、この感じだ。いっぺん持ってみたかったよ。酒ならどれぐらい飲めるから、おい。触るんじゃないよ、ほら見ろ、おかしい。こっちもトイレ、こっち。早く、お待ちなさい。この中入れといておくれ。そこ。ねえ、新さん、まさか罪にはならないんだろうね。持ち主が承知の上で預かってるんだ。泥棒にはなるまい。だが今夜すぐに返すんだ。八戸藩の侍が堺老中を討つつもりのようです。何？お前人を切ったことがあるか？いや、刀抜いたこともねえ。さっき調べてみたら3尾が浮いてた。そんな刀で切られると痛いそうだぞ。2万石の小藩の痛み思い知らせてやるべ。あ、来たぞ。
も腹が減っていたと見える。飯も食えん貧乏大名の家来ども。よくも不足したな。一寸の結ぬも五分の玉数。何やつだ。徳田新之助。あなた。おりん。すまん。私には本当のことを打ち明ける勇気がなかったんだ。私の役目はおめえから金を引き出すことだった。辰巳屋の金を日光東照宮の修理に充てるつもりだったのか。いや、それには1万両も2万両もいります。いくら辰巳屋でもそうたら大金はせめて1000両。それを老中に献金して御用を免れようと。老中に？はい。小藩の悲しさ、他に手立てはなかったんだもんね。何条にもはや。あなた、一つだけ伺わせてください。あなたはお役目のため、それだけで私と一緒になったのですか？バカ言うてね。そしたらなんで私はこったら来るすまで学んねえの？それじゃあ本当に私のことを？当たり前でねえか。半年目墓参りの時おめえと知り合った時、あれからほらずっと侍だっていう身がどれほど悔しかったことか。だから泥棒が入って金持ってった時にほっとしたよ。ああ、これでお役目から解かれる。侍なんて堅苦しいものをほっぱらかして本当におめえと夫婦になれると。あなた、ありがとう。ありがとうだって。どうして怒らないの？どうしてバカにしないの？いいえ、今まで私はあなたを疑っていました。好きになればなるほど余計に悩み苦しんできました。でも今あなたのお話を伺ってこんなに嬉しいことはありません。私からお願いします。私のお金をあなたのために使ってください。だってあれは泥棒。それはあるんです。あるんです。あと俺は引き受けた。ゆっくり養生して吉報を待っておれ。おお、新天狗にいたか。清兵衛の旦那から預かってきました。泥棒から取り返したんです。おお、そりゃえがったえがった。あれ、鉛はまだ治ってませんね。なの？いえ、なんでもありません。さあ参りましょう。初の違反官老山川源左衛門と申し、家老の家来か。なの？切磋が官僚だ。そんなはずはあるまい。後ろにおられるのが家老で、あんたは家来だろ。済んだことはお互い忘れようではないか。ついてこい。はい。今しばらく待て。老中が来られる。初の違反官老山川源左衛門にございます。これは我が藩の血と涙の。いやこれは失言。ほんの軽い手磨きでございます。どうぞお納めを。そうか。その代わり日光東照宮修理のお役目は何とぞお情けを持ちまして。分かっておる。
ありがとうございます。おかげさまにて主君はじめ家臣領民一同助かります。なんだこれは。俺は足を愚弄するか。いや、あいつだ。あいつですよ。あいつがすり替えて持ち逃げしたんです。徳田新之助。徳田新之助。あいつは拙者を猿など抜かしおって憎むべき悪人はあの男です。俺だ。武前、老中というものは儲かるものらしいな。たった一言耳打ちするだけで大名たちが金を持ってくる。そのために何人もの人間が悩み苦しむか。文字通り血と涙の固まった金だ。それもおそらく一人きりではあるまい。二人にささやけば2000両、三人ならば3000両。その方勝手に老中のないと称し、ぬる手で泡の莫大な金をむさぼり取ったる所業、不届きの至り。謹慎して沙汰を待つがよい。その旨みがあればこそ手前は老中になったのです。せっかく掴んだこの地位、むざむざと手放しはいたしませぬ。者ども出会え。この知れ者を切れ、切って捨てい。武前、この後に及んでなお醜いあがきを続ける所存か。なめの恥辱を受けるよりは。上様とは存じませず、憎き悪人などと。罪はせっさめたんだ一人にございます。おの先におすがりして何とぞ初の栄藩お取り潰すは。本来ならば許せぬところだが、小藩ゆえの苦労わからんでもない。きつく叱りおくぞ。堀内清兵衛でございます。堀内清兵衛、改めてお願いが。ご家老、手前こと堀内清兵衛、侍を捨て町人として暮らすたく。我が藩には堀内清兵衛なんちゅう侍はおらん。
今回の我が藩の侍が女子を騙したっつうことになったらまんずまんずお家の半人だからに。今回のあなた。記録には享保17年東照宮修理の御事を取りやめ理由は不明とある。吉宗は大名の力を抑える手段として無用な出費を強いる政策を改めたのである。上様、ちょっとお耳をなんだ、耳打ちはよくないぞ。いや、しかし言いたいことばれは堂々と大きな声で申せ。いや、実は去るところでゆうべ一本傾けましてな。それが実にじがよく持てましてな。じもまんざらではないな。今度ぜひ俺も一層案内してくれ。ああ、もうね、綺麗どころがずらりとおりましてな。太っているの、細いの、高いの、低いのと、今晩一緒に参りましょうか。ぜひ行きましょう。とんでもない。上様はなりません。あ、そうか。うっかりした。ならもう頼もう。本日よりじいに謹慎申し付ける。この俺が選んだ道がたとえ茨の道だとて決して泣いたりはしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。暴れん坊将軍。お、よし。あんやろうが天下の将軍様かよ。そのご両を渡したらお父っつぁんきっと帰ってこれるんですね。お姉ちゃん、おいら大変なもの見ちまった。どうしたの？将軍様見たんだ。やぞ、でかしたぞ。将軍様に頼みたいことがあるってのは一体どんなことだ？お父っつぁん島から返してもらいてんだ。島？ご赦免のことで誰かに頼んでいるのか？ああ、元鳥越の矢蔵親分。お父っつぁん、ある時胸上げの席で喧嘩になって人を傷つけてしまったんです。暴れん坊将軍、チャンを帰って将軍様。どうぞお楽しみに。